映画は荒廃した道路に響く爆撃音で始まります。通りの風景と遠くから聞こえる轟音が特別な説明をしなくても現状が戦場であることを観客に伝えます。続いてカメラは地下へ移動し、ハルキウ地下鉄駅のプラットフォームとトンネルを映し出します。この少年の名前はニキータ、12歳で家族と共にロシア軍の爆撃を避けるために地下鉄駅に避難したのです。この地下鉄駅は多くの人々の臨時避難所となり、すでに2ヶ月が経過しています。彼らは空襲のため外に出ることができず、地下鉄駅の照明の下でのみ生活を続けています。この設定は映画タイトル「フォトフォビア」光恐怖症にも暗示されており、外に出て光を見ると空襲で命を落とすかもしれないという状況を描いています。Никит, вчера так вышло, знакомая моя, ракета прилетела. Умерла. Она даже не слышала, что летит. 映画は大きなストーリーや事件よりも避難生活の日常に焦点を当てた構成となっています。ニキータの視点に沿って地下鉄駅内をあちこち歩き、まるで巨大な地下世界を冒険するかのように様々な空間を探検する少年の一日が描かれています。地下プラットフォームは人々の生活空間であるとともに、学校の教室や小さな診療所にもなっています。その後、ニキータは同じ年頃の少女ビカと出会い、友達となります。2人はすぐに仲良くなり、地下鉄の放棄された車両や通路を自分たちだけの遊び場として想像しながら冒険に出かけます。現実は爆撃から逃れるために閉じ込められた悲劇でしたが、そのような状況下でも子供たちは自分たちなりの遊びを見出し、楽しく過ごしています。このような展開を通じて、映画は暗い恐怖と明るい童心の対比を際立たせています。一方、ニキータとビカは1ヶ月以上太陽の光を浴びることができず、徐々に健康に問題が出ていることが映画で暗示されます。映画内の医師は精神の健康のためにニキータに日記を書くことを勧めており、閉鎖的な生活が子供たちにとって身体的、精神的にどれほど危険であるかを示しています。しかしながら生き延びるためには外に出ることは絶対にできなかったのです。В смысле, что случилось? Как умерла? Так, а что летела? Точка У? В смысле, ну, малой тоже с ней был? Кошмар, бедный ребенок. ニキータは偶然手に入れた古いスライドプロジェクターのおもちゃを通して外の世界の様子を想像上で垣間見ることができました。ニキータがプロジェクターを覗いた瞬間、映画は魔法のようにそのスライド写真を映像へと変換し、観客に見せます。その映像には燃え盛る建物や煙の柱など戦争の惨状が映し出される場面もありましたが、一方でペットと共にいる人々や平凡な日常の中で微笑むウクライナの人々の姿も捉えられています。明るい太陽の下で撮影されたスライド写真と現在彼らが過ごしている地下の薄暗い空間を交互に見せることで、映画は地下と地上、闇と光の対比を視覚的に際立たせています。このような象徴的なシーンは観客に戦争前の平和な日常への郷愁を呼び起こすとともに、現在の絶望的な現実をより一層強く印象づけるものとなっています。映画の中盤以降、地下での避難生活がより具体的に描かれます。人々は食料を分け合い、水を配給し、簡易ベッドで身を寄せ合いながら眠り、ドキュメンタリーと劇映画を融合させたハイブリッド作品、
2022年のロシアによるウクライナ侵攻時に実際にハルキウ地下鉄駅に避難した市民の生活に焦点を当てたドキュドラマです。スロバキアのイヴァン・オストロホフスキー氏とパボル・ペカルチク氏が共同で監督を務め、戦場の真っ只中で撮影することで現場の臨場感あふれる雰囲気が余すところなく伝えられています。実際に避難民の方々が出演され、演技ではなく本物の生活を見せているため、全てのシーンに高い信憑性が感じられます。71分のランタイムの中で、映画は壮大な戦争女子誌ではなく、地下避難所における平凡な人々の小さな物語に焦点を当てており、その差別化によりベネツィア映画祭の独立部門ベニス・デイズでヨーロッパシネマラベル賞を受賞し、作品性が高く評価されました。映画の状況は2022年のウクライナで実際に起こった悲劇的な現実を映し出しています。2022年2月24日にロシアの全面侵攻が始まると、ハルキウをはじめとするウクライナの主要都市は激しい爆撃に苦しみました。特にロシア国境からわずか 30km の位置にあるハルキウは、初期の攻勢で包囲状態に近い圧力を受け、市街地が壊滅状態となりました。このような空襲から生き延びるために何千人もの市民が地下鉄駅に避難し、地下深くのプラットフォームや車両内は即席の防空壕兼避難民収容所へと変貌しました。2022年3月頃、ハルキウ地下鉄駅の1カ所だけで1500人以上の住民が長期間滞在していたと伝えられており、映画内の設定もこれに正確に一致しています。都市防衛線が安定するまでの3ヶ月以上を地下で過ごし、ようやく避難所を離れ始めました。しかし、地上に対する恐怖はその後も長く残り、地下で暮らしていた多くの方々が爆撃の不安から家に戻ることを躊躇しました。戦争は人々の生活基盤だけでなく、心理面においても大きな影響を与えています。2人の監督は感傷的な演出を避けたと語っています。国際メディアの記者が地下避難所に入り、泣く女性をクローズアップして映し出すような報道が多く見受けられました。しかし、私たちは苦しみを単なる道具として扱うのではなく、苦しみの中から生まれる命にこそ注目したかったとも語っています。一人の少年の瞳と一人の少女の笑顔を通して戦争の悲劇を再考してもらいたかったのです。このような制作の裏話を知ることで、映画の一つ一つのシーンに込められた意味と努力により一層深く共感していただけることでしょう。このドキュメンタリーの全編は概要欄や固定コメントに記載された Vimeo のリンクからご覧いただけます。有料ですが、全ての利益はこの映画の制作陣に還元されます。本日のレビューはここまで。もしこの動画を気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。